未来を考えるのは彼らだと思います。でそれはなぜかというとね、やっぱり若い人の方が未来想像つくんですよ、世代の人が考える未来とね。例えば30代40代50代前半の方々が考える20年先ってね、まだまだ元気ですよね。ああやって創業者の名前出すじゃないですか。それは僕は会社の原点だと思ってほとんど悪気なくやってるんですけど、創業者回帰だとか、全てが全然素直に取られないんですよ。なるほどね。だからそれって本当辛かったですよね、実は現場にはね、めちゃくちゃ私をサポートしてくれる人がたくさんいたわけですよ。今でもちょっとね、気持ちは込み上げますけどね。だから自分が権力を得た時には頑張ってる現場のためになることをやろうというのは、自分自身のなんていうかぶれない軸というかね、で5000日間はやってきたつもりです。今回はトヨタイムズニュース特別編をお送りします。豊田章男会長は2009年からおよそ5000日間社長を務めました。どんな社長人生だったんでしょうか。そこにはトヨタを取り戻すという強い思いがありました。蒲郡にある施設の一室。ここで行われたのは販売店向けの秋夫塾。こんな話から秋夫塾はスタートしました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。私ね、ちょうど社長を辞めた時に社長交代会見というのをトヨタイムズでやりました。そしたらね、めちゃくちゃバッシング受けましてね、メディアに最初に言わないと何事だということで、実はその後に社長をやってきた14年間の足跡を振り返るインタビューを別でやってました。あそこで私がもしね映像を流したらもっとバッシングが激しくなり新体制に影響を与えてしまうんじゃないかという心配のもとお蔵入りにしておりましたけど、本日販売店さんの秋夫塾ということでありますので、まずは見ていただきたいと思います。すべてのステークホルダーの期待に応えるためにも持続的成長を追求しなければならないとの思いを強くいたしました。お客様に喜んでいただけるいい車を作り続けること以外に方法はありません。もっといい車を提案し続ける企業風土を構築すること、それが持続的成長を可能にするただ一つの道であると信じ、就任の日から今日までおよそ5000日、こう振り返ってみますと、リーマンショックの後の大赤字から始まりまして、アメリカ大規模リコールからの公聴会、東日本大震災と、苦難の連続だったという社長人生のスタートでしたね。しかも先ほど言われたね、2009年6月23日って、森蔵を作ったね成瀬弘夢さんがニュールブルクリングの郊外のね事故で亡くなったんですよね。それでそのニュースがその時初めて、株主総会のね議長をやるの時に初めて知りましたのでね、だからそういう意味ではもっといい車を作る、右腕っていうかその人と一緒に作っていこうというところは出花からねくじかれたんですよね。で公聴会でしょ。ですからもう初めからなんかそれとやっぱりお手並み拝見的なね、ところもありましたし、やっぱつらかったはつらかったですよね。本当になんか一人ぼっち、という感覚もありましたし、本当なんかバトンタッチはつらかったなと思いますね。
本当に一日一日が戦いだった、生き抜いてきたという表現。もう本当にね、それは今もそうなんですけどね、今もそうなんですけど、社長在任期間が10年とかね、何にも考えてませんね。あ、今日もまだ社長やってんだ、あ、今日もやってんだの連続が5000日だったんだろうと思いますね。で社内での戦いもあって、あとは誹謗中傷との戦いもありました。ありましたね。本当にね、だからそれに対するなんていうかね、対抗手段が見つかんないんですよね。じゃあ何をすればね、何をすればいいって言われるのっていうのがない中で、自分がイメージしてる自分とは違う姿がね、どんどんマスコミ報道とかねいうのでも流れるじゃないですか。それってね、本当辛いものありますよ。だから余計に自分の真の姿というかね、自分の生の姿をより多くの方に見てもらっていこうという努力を日々ね努めたというかね、だからできる限りオープンなところに出てったりとかね、説明責任はしっかり通すとかね。ただいろいろ危機があったじゃないですか。だからね、だから社長でいられたんだとも思ってます。危機があるとモビリティの社会も正解がなく未来がはっきり見えないんですよね。そういう時はやっぱり何か行動する。それで行動しても正解もなく未来もわからないので、失敗する時は多いじゃないですか。で失敗をしても決断すれば動く仲間はいる。で、それで失敗したら責任取ればいいと。ですから決断者であり、その責任者であるというところが危機状況の中において私というユニークな存在をね生き続けさせてもらったんじゃないのかなというふうに思います。ただそのベースにもね、やっぱり自分が車が好きだ、それとやっぱり創業者メンバーたちがね本当にね何にもいいとこ見てないで作った自動車産業をねそう簡単にね自分の代で潰したもんだと、人たちになんか報いたいというね2つがなければ絶対続かなかったと思いますね。ただ近くで見ていたら相当体に負担がかかっていて、かなり辛そうな時もありました。体の負担もさることながらやっぱり精神的な負担でしょうね。ですけどリーダーとしてねあんまり悲壮感漂う顔をね示しちゃいけない。ですから自分自身で笑顔をねばらつきのない笑顔をやるね本当に鍛錬と修行をしましたよ。本当に今どんな時でもねばらつきのない笑顔出ると思いますけどね、本当の意味での笑顔と心の中は大泣きしてんのに顔だけはね笑顔、その2つありますから今ちょっと話題にもありましたけれども、公聴会から日本に戻られた時に、日本の番組にも出演されて、その時に私実は初めて、お会いしたわけですけれども、あの時の私の勝手な印象も明夫さんは一人で戦っていらっしゃるというような印象でした。勝手じゃなくて全く一人だったと思います。ただね一つ嬉しかったのは公聴会はね初めから私行くよって言ってたんですよ。ところがね会社からはねそういう発言を一切、カメラの前とかね世間には言わないでくださいって言われたんですよ。それで会社から言われたねこれは地元の誰々に任せてますのでっていうことを読むだけ、だけどねそれを読まされればそのほどね個人的なバッシングが増えていく。そうして言った時にねこれってひょっとして自分辞めさせるゲームなのかなというふうにも思いました。そんな時にやっとのことね向こうからなんとか公聴会の委員長からインビテーションをいただかないといけない。それがねインビテーションが来たんですよね。来た時にね私ねこれで社長は終わったと思ったんですけどものすごく嬉しかったんですよ。嬉しかった理由は初めて自分の大好きなトヨタ、そしておじいちゃんはじめね命を懸けて作った自動車産業を守るっていうのもね生意気な言い方ですけど守れる人になった。だからしんがり役になれる自分っていうのにものすごく嬉しさを感じましたね。
というのはしんがり役ってね、私の理解ではね、ちゃんちゃんバラバラはね、得意な人がついて味方を逃がすじゃないですか。だからある面ね、竹槍一本でね、戦えれる自分、それからしんがり役としてね、やれる。ですから一人ぼっちではいたんですが、そういうお役目を得たということに対してはものすごく正直嬉しかったです。はい。私が社長に就任した直後の4年間は、リーマンショック、大規模リコール問題、東日本大震災、タイの洪水、超円高をはじめとする数々の危機への対応に追われながらも、全社一丸となって乗り越えた時期であったと思います。このような時こそ大切なことは、決して軸がぶれないことだと思います。もっといい車を作ろうよということです。それぞれの国や地域においてトヨタはどうありたいのか、どのような存在であるべきかを明確にする必要性があると思います。肩書きなんて関係ない。ものに近い、現場に近い人が勝ちなんです。現地現物によって人は学び、人は育つというのが今日まで、そしてこれからも変わらぬ私の信念です。アメリカに出向いてみて、実際に品質問題が起きているアメリカと、それを受け止めて判断を行う日本の本社との間の温度差と申しますか、臨場感の違いを肌でひしひしと感じてまいりました。お客様がどのように感じ考えておられるかは現場でしか知ることはできないのです。だからこそ地域に根ざした経営が大切になります。町一番の企業も地域によってその在り方は違ってまいります。お客様目線、地域の目線を全世界にくまなく浸透させ、現地現物で即断即決ができる組織の整備にも引き続き取り組んでまいります。現場の情報をもとに即断即決即実行を繰り返し、期待を大きく上回る速さで生産を回復させました。これが日本の現場力であり、世界に誇るべきものであると感じております。今後何が起こるか分からない。ただ昨日よりも今日よりも明日、絶対いいものをしていくんだというね、いつも本当により良いもの、より良いもの、より良いもの、それでそれの知見を次の世界に伝えていく。もうね、これしかないと思うんですよ。私は次の100年も車は楽しいぞと言っていただけるような未来のモビリティ社会の実現に貢献したいと思っております。同じ志を持った仲間づくり、それがもっといい車づくりと自動車産業の発展に役立つ取り組みであれば、我々は常にオープンな姿勢で検討したいと考えております。どちらがどちらを支援するじゃなくて、どちらがどちらからも学び合う、支え合う、こんな世界がこれから未来を作っていくんだろうなというふうに改めて感じさせてもらいました。自分のためではなく社会のため、次世代の笑顔のために戦うという創業の原点を若い人たちにしっかりと継承していくことをお誓いいたします。 The philosophy this company was built on, the Toyota way, will never change. But instead of being known as a mass producer of cars, I would really like to think of ourselves as a mass producer of happiness. 私が言い続けてきたもっといい車作り、今では共に行動する仲間が増え、モータースポーツを起点としたもっといい車作りへと進化しております。この2年間、自動車産業550万人の仲間と一緒に動き続ける中で、仲間づくりの輪が経団連、官邸まで広がってまいりました。ここからが勝負だと思っております。皆さんの仕事は車屋です。トヨタの思想と技と所作を身につけた町一番の車屋を目指して努力を続けてほしいと思います。そして皆さんが危機に直面した時は
もっといい車、街一番、自分以外の誰かのために、この3つを道しるべに行くべき道を選んでいただきたいと思います。たとえそれが茨の道であったとしても。公聴会の前は、トヨタバッシングがものすごい世界中で、特にアメリカで状況でした。それが明夫さんが公聴会の場に立って、でその後ですね、ラリーキングライブという番組に生出演されて、ガラッと雰囲気変わりましたね。アメリカのね大手テレビ局さんが相当いわばフェイクニュースで、トヨタの車が暴走とかね、1年経って分かったことなんですが、もう意図的に暴走するような車に仕立てて、その映像を流してというようなことが続いたんですね。それで私の前にもう一つね、アメリカ人トップの公聴会がありまして、そこでの映像を私ワシントン DC で見てました。そうしたところ公聴会のそのね彼が答えてる、映像の下にはね、トヨタの株価と他の自動車会社の株価をね比較して、それでいかにねトヨタが悪者かのごとくのいわば演出をされたんですね。それで自分が次の日ね公聴会に出た時は、これ以上にそういう演出が出るんじゃないのかなというふうに正直思いました。それで実は前の日にね自分の公聴会でどうなるか分かんないけど、終わった後に、できた生出演でできるそのフェイクニュースをやってたテレビ局の競争相手が一番いいんだけどねということで、1日前に探してくれたのがラリー・キングさんだったんですね。それでラリー・キングライブに出るよということになって、驚きましたのはね、向こうのテレビ局ってね、ラリー・キングさんは西海岸にいたんですよ。で私は東海岸ですね、それでスタジオみたいなところに連れて行かれたら、一人のカメラマンがカメラを操作してるわけです、それでそこに私がいるだけ、ね、それで耳で聞きながら映像でね西海岸にいるラリーさんがお話になる、それでこの映像ではラリーさんと私は対峙してるように映る、それでカメラマンが一人だったので、それで真っ暗みたいな感じですから、私は普通のところで誰もいないところでね語ってるようなイメージだったんですね、それで面白かったのはラリーさんがねいろんな質問をされていくときにね、この後 CM です、 CM の後にこういう質問するかねって言うんですよ、そうするとね15秒だか何秒の CM の時にね考えるじゃないですか、答えを。そうするとね CM 終わった後に全然違う質問、意地悪、全然違う質問をされる、それをね3つぐらいのコマーシャルの後をやりますが3つぐらい続きました、最後の質問がね、一体普段何の車乗ってんのって言われたんですよ、でその時にプリウスですって言った方が好感度上がると思いましたけどね、本当のこと言おうと、で私は年間200台ぐらいのねいろんな車乗ってんですよ、車が大好きですということを日本語で言った時に、通訳の方は I love cars、 そこでね本当に僕世論が変わったと思うんですよ。この人はね大企業のねトップかもしれないけど普通な車好きのおじさんじゃないと、ね、そこがねなんか世の中から認めてくれたね瞬間だったような気がします。ですからあれ以降私はね逃げない、嘘つかない、ごまかさないっていうかねを自分の信条とし、そして聞かれたことにはしっかりと答えていこうという態度をずっと貫き通しております。それでそれが一番なんか応援してくださる、方が増えてきたね理由だったような気がいたしますので、ですから今思いますとね本当に公聴会に行かれたがゆえにねトヨタのね改革が始まったし、私自身も強くなれたし、あの時は本当に大変だったと思いますけど、おかげがあったから5000日
というね長きにわたっていろんな形で社長業を続けれたんじゃないのかなというふうには思っています。続いてはですね、こちらの写真をご覧ください。スーツ姿は社長就任の半年前、社長に内定したことを記者会見で発表した時のものですね。作業着姿はですね、その3ヶ月後です。従業員の前で思いをお話しされた時の写真です。どちらもちょっと顔がこわばっているようにも見えますし、今こう見比べてみますと今の方が若いぐらいな感じですね。いろいろ努力してますかでなぜこの写真をお見せしたのかと言いますと、私なりに社長の5000日を振り返ろうと思いまして、こう調べていってどんなお話をされていたのかなと、調べている時にこの写真にたどり着いたわけですけれども、まあとにかく驚きました。この1年弱ですね、僕は近くで明夫さんの言葉を聞いているんですけれども、この14年前から全くブレてない、これは驚いたんですね。ですのでここからはですね、当時の明夫さんの言葉を振り返りながら進行してまいりたいと思います。ではまず作業服の姿の時の言葉です。実際の映像をご覧ください。私は社長就任の話をいただいたとき、現場に一番近い社長でありたいと申し上げました。私は現場に近いところが経営全体を動かすというふうに変えていきたいと思っております。私自身、経営の根幹である商品と人づくりは自らの最重点課題として捉え、現場におりて積極的に関わってまいります。社員のね、皆さんに話を伺ってますと、この作業服で明夫さんが登場されて度肝を抜かれたんですって。我々からするともう当たり前のような写真に見えてしまうんですけど、映像に見えてしまうんですけれども、当時は珍しかったんですか？当時珍しかったと思いますね。当時はね、トヨタの役員は皆さんスーツ姿が当たり前だったと思います。作業着はやっぱり工場とかね、いう従業員が着てるもの。ところが私はそもそも最初の配属先元町工場でしたし、これを会社で着るっていうのはまあ当たり前のことでもあったと思います。何よりも自分自身ね、現場に一番近い、という言い方にたどり着いたのは、私ね社長になるまで本社勤めって1年なんですよ。1年しかなかったんですか？ 1年しかないです。あとはね工場だとか販売店の地区担当員だとか、海外担当だとかいうところでほぼね現場周りだと思います。当時やっぱり機能分業が激しかったのと、各機能のところをねいろいろ普通だと機能の中でいろんな経験を専門職的にやるんですけど、なんか私の場合はねこの名前だったのかどうだか知りませんけど、ちょっと慣れると回されるんですよ。でそうしますとね、どこ行っても素人なんですよ。ね、どこ行っても素人。それでどこ行っても新入社員ね、というのが続きましたね。それでところがやっぱりそれによってね私が得たのは、この会社はやっぱり現場に本当にその道の専門家が多くいるなと。だから自分が全知全能でね何でも知ってるなんて思ったら大間違いね。自分よりかなわない人の意見をいっぱい聞けるネットワークができたんじゃないのかなっていうふうにも逆に思いました。でよく経験とかねいうことで目上の人がねいろいろやりますけど、トヨタってね確かに目上の人もねそういう経験値でものを言う人も少なからずいると思います。ですけどやっぱりねトヨタって会社は現場見たのかとかね、前はそれを経験したのかとか、そういうことを聞く上司って結構多いんですよ。でそうなっていきますとね、自分のイメージとか単なる経験値知識だけでね長くやってるからという物言いよりは本当に現場で何が起こってんのという事実確認を優先する会社なんですよね。
それでそんな意味でね、僕は現場に一番近いっていうのを自分自身こそがね体現すべきなんじゃないのかなというふうに思って動いていきました。それとね、公聴会の時もそうなんですけどね、公聴会の時にトヨタの車が暴走するって言われたんですよ。暴走っていう言葉を使われましたけど、あれ正式に言いますと制動距離が70センチ伸びるってことなんですよ。ね、制動距離がしかもね、マンホールとかちょっと路面が違うところでブレーキを踏むと70センチ伸びるというのが事実です。ね、それが暴走って言われたんですよ。全然イメージ違いますね。全然イメージ違いますよ。ね、それでやっぱり言葉一つでね、そういうふうに、言われていく中においてね、暴走をねさせるための意地悪試験をねものすごくやってくれてたのは現場なんですよ。ね、それで私公聴会の時に何て答えたかというと、例えば質問の中でね、トヨタの車が暴走するじゃないかと、どういう責任を取るんだと、ね、いう質問に対して私自身が答えれたのは、暴走をするために意地悪試験を現在のところ3000何箇所やっておりますと、ね、明日になればもっと増えると思います。今のところそれは出ておりませんという答えができたんですよ。あれがね一番私の武器だったような気がします。現場がそういうことをやってくれたからこそ、ね、だから私が公聴会に行った時は一人ぼっちだ、ね、自分はもうすでにね、これで責任取らされて終わりだなというふうに思ってね行きましたけど、実は現場にはねめちゃくちゃ私をサポートしてくれる人がたくさんいたわけですよ。今でもちょっとね気持ちは込み上げますけどね。だから自分が権力を得た時には頑張ってる現場のためになることをやろうというのは自分自身のなんていうかぶれない軸というかね、で5000日間はやってきたつもりです。続いてはですね、ぶれない軸についても従業員に語っていました。こちらをご覧ください。このような時こそ大切なことは決して軸がぶれないことだと思います。私の思う軸とはただ一点、もっといい車を作ろうよということです。このもっといい車を作ろうよっていうのは5000日間ずっと言い続けてきた言葉じゃないですか。そうなんですよ。それでねという社長の内示を受けましたでしょ。なんでこんな会社になっちゃったのかなというのをね私自身も悩みました。それで、当時人事のね方にお願いをして明日のトヨタを考える会っていうのを作ってもらって、で若手社員ね、を集めてなんでトヨタがねここまでねなってしまったのかというののいわばいろんな原因調査というかねいうのを若い人なりにやってもらいました。それで出てきたことがねものすごくねあれもこれもいろんなねいろんなことが複雑に絡み合って、ああいうことになったと思うんですけど、品質問題につながったと思うんですが、それを全部言ったところでねきっと解決しないなと、それでなんか一言でねトヨタ自動車ってこういう会社だよねというねいう言葉を考えました。これも若手のメンバーと。それでたどり着いた言葉がいい車を作ろうよねなったんですよね。でもいい車を作ろうよねと言った瞬間にね今いい車作ってないのかっていうことになりますから、それでもっといい車を作ろうねということになりました。車を作る会社だよねというねところでもっといい車作りっていうのは非常に分かりやすくていいんじゃないのかなと思いましたけど、散々でしたね。散々今度の社長は、ね目標の数字も言えないのかと、ねもっといい車ってなんだよと、ねまるで我々が悪い車を作ってるかのごとくの批判じゃないかと、ねとかねとにかく全く伝わりませんでしたね。それからある人からはね
社長にとってもっといい車って何ですかっていうふうにも聞かれたので、それを考えるのが皆さんじゃないんですかっていうと、答えもないのかみたいなね、いう感じで、とにかくねもっといい車を作ろうよって今じゃね、ブレない軸って言ってね、褒め言葉になってますけど、当時はね僕ね散々だったと思いますね。その時もやっぱりね現場は、仲間になってくれたんですよね。ですからそういう意味で結果ねブレない軸みたいになってますけど、自分にとってはブレなかったんじゃなくて、そこが唯一の自分の仲間たちだったんだと思うんです。で今はその仲間たちが大変増えました。ということはトヨタ自動車自身がね非常に現場軸、商品軸、地域軸っていうものになったという表れなんじゃないのかなというふうにも思ってます。カンパニー性とか地域性とか取り入れられましたけれど、それもその流れでもっといい車作り。要はねなんで地域性取ったかと言いますとね、当時トヨタの本社にはね世界一になるための販売目標っていうのがあったんですよ、ね、でそれが大きなポスターになってね掲げられてました。で私それを見た時に自分は何すればいいんだろうなというふうに素直に思ったんですよ、単純にね。自分の目標台数は一体何台なんだろう。少なくとも世界のね全てのリージョンの合計台数で世界一になるっていう目標だったんですよね。ですけど仕事ってね各機能に分かれてますし、リージョンも各機能に分かれてる。ところが会社全体は世界一になるっていうことを求めていた。で私自身はちょっと違ってまして、まずはその町一番、町で一番になったらどうと。で町だとですね褒めてくれる人の顔も見えます。怒っている人の顔も見えます。ですから怒っている人の顔はなぜ怒ってるのか、それを直していけばいつかは笑顔に変わる可能性あるんですね、そうするとね必ずトヨタのように昨日よりも今日よりも明日もっといい方法があるという形でいつかはね笑顔が増えお客様増えると思いました。ところが町一番といった時に何をちっぽけなこと言ってんだみたいなねいうことを言われましたけど、僕はその町一番の集合体でね合計で世界一のシェアになるっていうならねいいんですけど、もともとの目標値がねそっちになるっていうのはどうかなと思いますけど、やっぱり当時のトヨタではなかなかねそういうことが伝わりにくいというかね、トヨタに限らず世の中には伝わりにくかったと思いますね、でもまさにその町一番が集まって世界一になるっていうのは、僕アメリカで皆さんの話を聞きに、取材に行った時にも皆さんおっしゃってましたけども、当時リーマンショックの後はあれだけダメな状態になった世界一を目指していたけどダメだった、でも今回コロナ禍でみんな大変な思いしたけれども、町一番を目指していたからこそこうやって我々は勝てたんだと、勝ち残れたんだ、おっしゃってました。それとね町一番のみならずそこにね商品っていうのもあると思いますね、で当時はその世界一を目指すがゆえに最も効率的なね量も出て、かつ、収益も出る、その車を優先的に作ってきたんですよ、ね、そうするとねいろんな車がドロップされたと思います。ところがトヨタのもう一つの強みは世界中のお客様にフルラインの商品群を持ってるっていうことなんですね、でかつその社名もどんどん新しい名前が出てくるんですけど、トヨタのクラウンなんて15台続いてるんですよ、世の中ね15台もねモデルチェンジしてる同じ名前ってね本当に少ないです、ね、だからそれは本来トヨタの強みだと思うんですよね。ですからそういうようなところをやるために全部の台数の中で優先順位を決めるんじゃなくて、どの車でも例えば働く車でもそして、セダンでもコモディティのような車でもまたはスポーツカーでも、ね、どんな車でも会社の中には私が優先的にこれに一番情熱を傾けておりますと、ね、いう人が必ずいる会社になったと思います、それがねカンパニー性だったんじゃないのかなというふうに思うんですよね。ですからその商品と地域というのがね本当にいい形で今バランスが取
取れたと思いますのでね。ですから交代の時期じゃないのかなというふうにも思いました。それが土台ができた、はい、土台ができたってことです。はい。続いてはですね、2009年の1月、社長内定の記者会見時に記者からの質問に対しての秋夫さんの言葉をお聞きいただきます。はい、私から読みますね。これは映像が見つかりませんでした。これからの100年を思った時に自動車頑張れと言っていただけるよう皆様と協力してやっていきたい。トヨタ一社では難しいがみんなと協力をすればきっと次の100年も支えていける産業に育っていくだろうと信じて頑張っていこう。それぞれの人生そのものである雇用の安定維持というのは企業にとり極めて重要な役割と認識。中長期的にはこれにより企業体質が強くなるというふうに確信しております。そのためにも雇用は自ら作り出すものと信念を持ち、労使一体で我慢しながら会社を再生させることが重要と。これを社長内定の時に2009年に内定の時に、はい、東日本大震災もまだもちろんコロナ禍にもなる前、その前ですよ前、はい、すごいじゃないですか預言者みたいになってます。すごいじゃん。はい、でも誰もすごいって言ってくれませんでしたよ。その当時は。当時ね、はい、何言ってるか分かんないみたいなね。だって今も言ってるじゃないですかこれ。同じことを、はい、同じこと言ってますもんね、はい、おっしゃってますね。みんなの協力努力があればやっぱり未来は変えていけるっていうことなんですね、景色がね。いやそう信じてんですよ、ね。どうしてもね私の立場になりますとねビジョンはとかね、はい、それからどっちの方向性持っていくんですか、あたかも回答がね私の頭にあるかのような質問をよく受けますけどね、やっぱり今ないんですよ、それが。だから行動して失敗しながらねやっていくしかないと思うんですね。それでその時に1年先を考えるよりは100年先を考えた方がねブレていかないと思うんですよ、はい、ですからそういう意味で多分出たんだと思いますけど、トップに立つ人ってねやっぱり100年単位でね考えるっていうことって僕必要なんじゃないかなと思います、はいはい。そして当時ですね従業員に向けて佐吉さんや喜一郎さんの思いを解説しながらですね何を大切にすべきかも話されていました。こちらです。佐吉も喜一郎もその取り組みは徹底した現地現物主義でした。とにかく現場を知ってる人が一番偉いというカルチャーがそこにはあったのだと思います。肩書きなんて関係ない。最後は見ているものが強い、ものに近い、現場に近い人が勝ちなんです。現地現物によって人は学び、人は育つというのが今日まで、そしてこれからも変わらぬ私の信念です。皆さんがもっといい車を作るための条件、良品廉価、お客様第一、そして現地現物をまずもって大切にしていただくことをお一人お一人にお願い申し上げたいと思います。先ほど来何回も現地現物と出てきましたけれども、その大切されているその原点が創業者にあったんですね。これもね結構批判されましたよ。あ、そうですか。ああやって創業者の名前出すじゃないですか、はい、それは僕は会社の原点だと思ってはい、ほとんど悪気なくやってるんですけど、私の名前がね同じ名前でしょ、名字が、ね、はい、そうするとね創業者会議だとか、ね、全てがこの頃ね、はい、全てが全然素直に取られないんですよ。なるほどね。だからそれって本当辛かったですよね、はい、でも何言ってんだみたいな感じですよ。トヨタの旗印があったからこそこうどんどん成長できたっていうのも間違いなくあると思うんですけどね。ところがねそういう言い方を極力しないように努めてるんですけどね、はい、それだからゆえにそれとね自分は全知全能の人間なんてね、思ってもいないし、はい、ね、経験もないし実績もないんだから、だけどこの会社が生まれた時のその人たちはどうだったのかというのを引用したつもりだったんですよ、ところがね私という名前の人間がやりますとね、はい、それは当時のトヨタ自動車には大変な
なんていうかバッシングの材料でしたね。だからこういうことも伝わらないんだなというのがね、この時は思ってたことですね。それがあるからですかね、この今年の年頭挨拶でも、ね、トヨタらしさを取り戻す戦いというのをこう表にして説明していらっしゃいました。はいはい。これまでのトヨタと豊田章男が目指すトヨタ、こう比較してね説明されていましたんだけれども、やはりこれまでのトヨタから豊田章男が目指すトヨタに変わっていけるように戦い続けた5000日ということなんでしょうか。っていうかね、私ってね、対立するなっていうことをよく社内で言うんですよ。はい、ね、対立からは何も生まれないよとか、はい、ところが戦うってよくそういう言葉を使います。はい、でいろんな人にね、社長は一体誰と戦ってたんですか、はい、っていうことをよく聞かれました。はい、誰と戦ってんですかと。ね、対立するなと言っといて戦ってるどういうことなんですかっていうのはね、確かにそれを言われて、あ、確かにそうだなと、はい、それでいろいろ思い悩んでね考えたのは、やっぱりトヨタらしさを取り戻す戦いだったんじゃないのかなと思いますね。自分自身もね、じゃあトヨタらしさって何よというのも、分からずにね、でもなんか違うんじゃないのと。ですから自分自身も原点に戻ってみたりね、いろんな人の意見を聞いてみたりしながらやってきたのがこの右側の動きなんじゃないのかなと思いますね。先ほど土台ができたから退くんだ、後退するんだということもおっしゃってましたけれども、それはこの右側の豊田章男が目指すトヨタ、これが見えてきた、しっかりとしてきたっていうところもあるんでしょうか。しっかりしてきたなんてことは言えません。はい、ですけど私が就任した時に比べれば全然オープンでね、会話が積極的にできる。まだまだ理想論から言ったらダメだと思いますよ。ですけど当時に比べたらずっといいわけですから、はいね、会話ができるようになってきたということは、つまりは未来に向けて会話をしていけるっていうことですよね。未来を考えるのは彼らだと思います。はい、こっから先の話。こっから先の、それでやっぱりね、それはなぜかというとね、やっぱり若い人の方が未来想像つくんですよ。私が20年後っていうとね、80代と思うとね、世代の人が考える未来とね、例えば30代40代50代前半の方々が考える20年先ってね、まだまだ元気ですよね。ですから20年にとまらず30年40年先のね未来も考えれる。それで就任挨拶の時も100年単位って言ってるわけですからね。そうですね。ですからやっぱりその先のある人がやっぱりそういうことは考えた方がいいし、じゃあ年取ったらね全然意見も言えないのかじゃなくてね、年取った人は失敗の歴史をたくさん持ってると思うんですよ。それとやっぱりある程度決める力、も持ってるわけですから、そこが自分たちの経験だけじゃなくてね、若い人たちはこういう未来だよというのをちょっと応援してあげるようなね役割に自分がなれればね、それはその方が未来設計にはいいんじゃないのかなと私は思いました。はい、改めましていいこと言ってんなと思いますでここから先あれなんでしょ、質疑、で進めていきたいと思いますけれども、自由に受けるかな。これからの、途半橋の目指すべき方向性、またトヨタ自動車様との、向き合い方、トヨタ販売店の仲間と、どういうふうな、販売店を目指していけばいいのかというのをですね、日々模索しながら、自分なりに、考えて取り組んでおりますが、塾長から何かアドバイスがございましたら、ぜひともよろしくお願い申し上げます。はい、僕ねそういう質問に対しては多分ね途半橋がなんでできたかというところに皆さん遡ってみたらどうかなというふうに思います。私はね創業の時とね、ですから皆様のおじい様世代、の時と今との根本的な違いは何かっていうのをねちょっとお考えになられた方がいいんじゃないのかなと思います。あの時は
今皆さんが持っておられるような資金もなかったと思います。そしてお客様もいなかったと思います。そして今豊富に持っているサービスとかね、中古車とか保険とかのそのビジネスに役に立つ保有台数というのもなかったと思います。我々メーカーも商品ラインナップ、今でこそフルラインナップと言っておりますけれども、それもなかったんじゃないでしょうか。でもその時にね、あったものが僕は2つあると思います。借金と夢なんですよ、ね、そして僕は借金を持つということはね、まず自分自身が健康でいようと思います、ね、それを返せないと家族老頭ね、大変なことになる。今住んでいる家でさえなくなってしまう。それを返していくためには、自分が、関わっている仕事のね、価値を上げていく、そういうことによって、借金というのは返そうというふうに思うと思うんですね。そしてその最大にね、今ないのは夢なんじゃないですかね。なんか自動車産業はね、もうこれで終わりだとかね、それから日本の市場はもう伸びていかないだとかいうようなことで、なんかそういうふうにさせちゃってるのは今の大人たちなんじゃないのかなとね。それぞれのご自身の焦点をね、抱えていく中で、その集合体が途半境という形で考えると、やっぱりね、その創業者、自分たちのなんとか商店を作ったね創業者にまず褒められる大人になる。そこからねやるってことなんじゃないのかなと思いますね。何をやるかじゃなくてね、そのどう行動し、何を悩むかの先に、その答えが来るような気がしますので、ですから、まずは原点をそれぞれのね、途半境の原点もそうですし、それぞれのご自身のね、ご自身のおじい様世代が作られた会社の原点に一度ね戻って、これは変えちゃいけない軸なんだなということを考えられることをねお勧めしたいというふうに思います。100年先を見るということもしっかり考えながら、だけど早く行動する、決断をする、失敗してもいいからと言われながらもやっぱそこが一番難しいと思っています。行動に至る時の決意というか、自分の中のなんか気持ちをぜひお話しいただければというふうに思います。よろしくお願いします。それはね、もう一言ですよ。自分と未来は変えられる、他人と過去は変えられない、もうそこなんです。で今さね変えられないことにねとにかく言っててもしょうがない。それで100年先って自分もわからないけどね、どんな感じかなと。それでよく企業のトップになりますとね、自分のトップの時に何かしらの成果を出したいと思っちゃうのはこれ自分の心です、ね、でもね法人と個人は違うと思います。法人っていうのは持続的に永続的に生かせていかなきゃいけないんですよ。そうなると個人はその中の一部ひとときのやっぱりなんていうかバトンタッチなんですよ。バトンタッチだから自分の時にもう桃源郷を作りたいって言って無理それはね。だけど100年先にどういう会社にしたいかという思いがあった上で自分は今何するかというね気持ちを変えればね案外できると思いますよ。今多分一番若い経営者だと思いますので、若さについてとかアドバイスいただけると非常に嬉しいなというふうに思っております。ちょっと長くなって申し訳ないですけどよろしくお願いします。ちょっとね毎日ねどんな社長業をやってるか紹介してみてください。朝起きてからある日の社長の一日、はい、ちょっと教えて。朝6時に起床しまして、その日のやるべきことをリスト化をした後、本当にその6時15分に、子供を起こしまして、30分間は、その子供と一緒に
勉強のことだったり今悩んでいることとかの話を30分間取るというのが今の朝のルーティンです。そして7時半ぐらいに家を出て8時に出社をしています。自分自身が取り組みたいことを1時間、内職としてしながら、9時に始業を迎えます。で午後からは、逆に営業とかサービスといったちょっと直接携われてない部門の方からの共有会、また相談会、というような時間に、当てております。8時9時ぐらいに退社をしまして子どもの世話を少しまたしてから、10時から自己学習大体こういった1日かなというふうに思います。はい。ランチはどうしてるの？ランチは週に3回ランチミーティングで上長と食べたりしてます。正直言ってあげる。面白くない人生だね。さあ真面目にね真面目なさ社長業はやってると思うよ。ね。だけどさ信頼が欲しいんでしょ。信頼がね。信頼が欲しいならね人間味をもっと見せた方がいいわ。ね、今だとあまりに優等生、ね、人生ってさ、ね、何十年もあるわけよ、ね、そういう中で面白いなこの人面白いな若いけどこの人面白いなっていうのは若さをもっと見せちゃうこと。ちょっと危なっかしいぞと、ね、俺たち支えなきゃとかね。今だとさマイホームパパ100点満点ねちゃんと自分の管理部署しっかりミーティングね。そして午後は悩み相談。パーフェクトすぎるんだよね。だから全然おもろないね。だからまずはなんかさなんかこの人こんな年で社長やってんの大丈夫っていうね。だけどなんか知らないけど魅力あるよねっていうねいうのちょっとやっとかない1週間。それでめちゃくちゃになったらごめんごめん、はいね。今年で55歳四捨五入で還暦を迎えることになりました。もうそろそろハンズオーバーというかですね、この引き継ぐというそこにもやっていかないといけないなという自覚を持っておりまして、多分きっと社長の頃と会長になられてからの景色とか社長時代に会長になるまでの心境ですね、そのあたりをお聞かせいただけたらというふうに思います。よろしくお願いします。重い質問したねまずね55歳だからバトンタッチとかねいうこと考えない方がいいですよ。はい、僕はね50代こそね馬車馬のように働かせろって言ってるんですよね。50代が一番働くべき時だと思いますね。で60代になったらねさすがにねちょっと次の世代のことを思った方がいいと思う。というのはトヨタのね社長のその適齢期っていうのはずっと62歳だったんですよ。達郎社長奥田社長そして、張社長渡辺さんこれ全員62でなってます、ね、で私だけ52。今の佐藤社長も52でなりましたからね。トヨタの社長適齢期というものを50代に変えたと思います。それでその意味はねやっぱり私50代だったからこそねああやってアメリカの公聴会からすぐ中国行って中国から日本戻ってきて名古屋でねぶら下がりしてそれで「報道ステーション」に出るというねあんなことね今やれって言ったってねやりますけどね大変だと思いますね。ですからやっぱり50代の時にね馬車馬のように働くためには40代をどうやって過ごさせるかね。でその40代をそのような形でさせるためには30代はどういう教育体制が必要なのか、そういうねことを考えるのが55歳のねお役割であってね。もう自分は次の世代に帰りましたけどそれは敵前逃亡っていうんですよそういうね次の世代のことも考えてやるんじゃないでしょうか。よくお手並み拝見ということがそうならないために岸の皆さんね自分の姿見た方がいいね。自分が一番すげえと思ってるわけ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。